注目。このお菓子を作ってくれたゆいさんって、新ママで貧乏だけど、お菓子作りだけは上手なの。まあ、それ以外取り柄ないけど。ママ友のめぐみさんは、私の腕を掴んで引き寄せ、そこにいた人全員に声が届くような大声で話し始める。最初は驚いている人もいたが、めぐみさんの取り巻きがここぞとばかりに声を上げて笑うと、私を見てひそひそと悪口を言う人から、かわいそうというような目で見てくる人も出てきていた。見せ物のようになっても、めぐみさんはさらに私を恥ずかしめようとしてくる。朝から晩まで仕事してるから、息子のともきくんもほったらかしなのよね。まあ、新ママならお金稼がないといけないし、仕方ないわよね。かわいそうなユミさんのお菓子は、私たちがちゃんと売ってあげるから安心して。ちょっと、そんな言い方って、なーに？本当のことでしょ？どうして私がこんな目に遭わなければいけないのか。人を利用するだけ利用するめぐみさんに怒り心頭に達する。こんな人たちの言うことなんて、もう二度と答えてやるもんか。今後一切、めぐみさんに近づくことはしないし、この場もさっさと去ろう。そう思った時だった。ある人が私に気づいて近づいてきた。私の名前はゆい。夫は息子のともきが生まれたばかりの頃に事故に遭って亡くなってしまった。出産して数日も経たないうちだったため、心身ともに疲弊していたが、ともきのために出産後すぐに仕事に復帰した。私一人の力でも息子を育てていこうと、この時は躍起になり、なかなか息子と関わる時間が減ってしまっていた。そのためなのか、ともきはよく体調を崩すようになってしまう。そんな私たちの身を案じた両親が私に連絡してきた。ともき、また病院に行ったんだって？ゆいは大丈夫なの？ずいぶんと声が疲れているようだけど。大丈夫よ。私がしっかりしないと。ゆい、ともきをしっかり育てようとするのは立派だけど、母親のあなたが疲れ切ってしまっていたら、ともきだって悲しいでしょ？私たちがお手伝いするから、実家に帰ってきたらどう？お母さん、いつだって頼っていいんだからね。こうして私は実家の近くで働くことを決め、ともきを連れて地元に戻った。引っ越してから数ヶ月、ともきも近くの保育園へと転園させる。しかし、両親の近くに住んだといえど、両親もまだ働いているため、ともきは保育園に慣れないうちから、預かり時間ギリギリまで保育園にいることがほとんどになっていく。両親の支えもあって、以前のようにともきの体調が悪くなることはなくなったが、私はともきへの申し訳ない気持ちばかりが募っていく。そんな中でもともきはお友達もできて、保育園から家に帰ってくると、今日の出来事を楽しそうに話してくれるようになっていく。今日ね、お友達と一緒にお絵かきしたよ。ママの顔を描いたの。上手でしょ？すごい？すごいね。ママそっくりに描いてくれたんだ。本当に上手。ともきは絵を描く人になれるかもね。うん。大人になったら絵を描いてママと暮らすの。楽しんでいるともきの笑顔を見ると癒されつつも安堵する。幼いながらに私のことを考えてくれるともきには泣きそうになるが、息子の前で嬉し涙でも流さないことを私は決めていた。幸いに、ともきは夫のことを覚えていないとはいえ、やはりこの年になると、周りのことを見る機会も増えてくる。自分は周りと違うという認識が少しずつ芽生えていてもおかしくなかった。しかし、シングルマザーだからといって、ともきに寂しい思いをさせたくない。苦労させたくない。そう考えていた私は、一緒に過ごす時間を増やすことに専念する。忙しい合間を縫って、仕事が休みの日などは、ともきと一緒にお菓子作りをするようになっていった。ママ見て、猫さんの形にしたよ。ママ猫好きだもんね。うわ、よく知ってたね。それじゃあママは、ともきが好きな犬の形にしよう。早く食べたい。クッキーの型抜きなんかはとても喜んでくれて、
出来上がったお菓子を一緒に食べる時間も笑顔で溢れた。そのうち、ともきがお友達にお菓子作りのことを話すようになり、土日はともきのお友達がうちに来ることも増えていく。ごめんなさいね、ゆいさん。忙しいのにお邪魔させてもらって。息子がどうしてもともきくんとお菓子作りしてみたいって言うから。とんでもないですよ。ともきといつも遊んでもらってありがとうございます。こちらこそ、私もゆいさんに習ってお菓子作りマスターしようかしら。ともきのお友達のお母さんたちも加わり、お菓子作りは一つのサークル活動のようになっていく。帰り際、お菓子を持たせたりするようになると、お友達もお母さんたちもとても喜んでくれて、お返しをもらったりと、すっかり仲良しになっていった。すると、徐々に保育園の保護者の間で、私のお菓子作りの評判が広まっていく。保護者の間で美味しいと話題になった時には、少し恥ずかしいと感じながらも、ともきが嬉しそうに話すので、素直に喜んだ。こうして、私のお菓子の噂は、普段から交流のない親にも広まっていく。ともきくんのママってお菓子作りが上手なんですってね。ともきくんとうちの娘はあまり交流がなかったから最近まで知らなかったけど、ぜひ今度食べさせてくれないかしら。ともきとは別クラスであるゆうりちゃんのママ、めぐみさんにもお菓子の噂が広がっていたようで、私は急に呼び止められる。ああ、ぜひ。プロではないのでお口に合うかわからないですが、そんなこと気にしないで。こんなお願いしてしまってごめんなさいね。お忙しいんでしょ？そんな気にしなくて大丈夫ですよ。普段から挨拶程度しかしたことがなかっためぐみさんだったが、旦那さんが医者という理由でボス気取りしていると有名なママだった。医者の旦那さんがいるママたちを取り巻きにしていて、貧乏だったりシングルの親子に対して馬鹿にするような発言をしているともっぱらの噂で、その噂を耳にしていた私も以前取り巻きの人がシングルの親子を馬鹿にしている状況を見て距離を置いていたのだ。しかし本人自身は人柄の良さそうな雰囲気を醸し出している。私は噂話をあまり信用せず、めぐみさんと付き合い始めた。しかし、取り巻きなどは人を馬鹿にしているのに、めぐみさんがそれを阻止しないのは気になるところではあった。気のせいかもしれないが、一緒に微笑んでいるようにも見えるが、愛想のいいめぐみさんのことだから、いつもにこやかな顔をしているだけかもしれない。ちょっとした不信感を抱きつつも、めぐみさんと関わっていく。そんなある日のこと、ともきをお迎えに行った時、めぐみさんに話しかけられた。ああ、ゆいさん。ねえ、突然なんだけど、今週の日曜日って空いてる？主人の病院が主催のバザーがあるの。あなたの美味しいお菓子を出品したいから、作ってきてくれないかしら。ごめんなさい。今週はいつもより忙しくて。めぐみさんなら駅前にあるおしゃれなお店知ってるでしょ？あそこで買ったらどうかな？バザーよ。手作りじゃないとダメに決まってるじゃない。ゆいさんのお菓子は美味しいって評判だし、絶対に作ってほしいの。何種類か作ってきて。約束よ。待って、無理よ。まあ、忙しいでしょうけど、ともきくんのためでもあるのよ。お友達って大事よね。親もしっかりしてないと、子供もとばっちりを食らうと思うの。それって、じゃ、よろしくね。突然のことで驚いたが、反論する暇なく押し切っていっためぐみさんには、思わずため息が出てしまう。ママ友の誘いなどには喜んでいきたいところだが、こんな一方的すぎるとさすがに困ってしまう。今週は本当に忙しいが、めぐみさんの含み笑いや発言が気になり、希望通りに作るしかなかった。もし作らなかったら、ともきも私もどうなるかわからない。私は何とか徹夜で仕事をこなし、めぐみさんの言葉に従って大量のお菓子を作った。バザー当日、車で2時間の実家へ向かい、ともきを両親に預ける。ここまでしなければいけないのかと思いつつも、足早にバザー会場へと向かった。バザーの会場になっている病院には、取り巻きの人も含め、すでに人が集まって準備が行われていた。
簡単に挨拶を済ませ、用意されているブースで私も準備を始めようとすると、私を見つけためぐみさんがにこやかな笑顔で駆け寄ってくる。あら、ゆいさん、約束通りに作ってきてくれたのね。はい。ならもう、用済みなので、帰ってもらって結構よ。用済みって？めぐみさんの言葉の意味がわからず呆然としていると、彼女は並べている準備中だったお菓子をぐっと奪い取り、私を押しのける。帰ってくれる？お菓子だけあればいいから。待ってよ、どういうこと？忙しくてもめぐみさんのためにってお菓子を作ってきたのに、帰れなんてあんまりじゃない？あら、もともとゆいさんを参加させる予定なんてなかったの。お菓子だけが必要だったんだから。めぐみさんの言葉に私はすべてを悟る。彼女はこの日のために私に近づき、無茶な要望に応えてもらおうとしただけだったのだ。注目。このお菓子を作ってくれたゆいさんって、新ママで貧乏だけど、お菓子作りだけは上手なのよ。まあ、それ以外取り得ないけど。めぐみさんは私の腕を掴んで引き寄せ、そこにいた人全員に声が届くような大声で話し始める。最初は驚いている人もいたが、めぐみさんの取り巻きがここぞとばかりに声を上げて笑うと、私を見てひそひそと悪口を言う人から、かわいそうというような目で見てくる人も出てきていた。見せ物のようになっても、めぐみさんはさらに私を恥ずかしめようとしてくる。朝から晩まで仕事してるから、息子のともきくんもほったらかしなのよね。まあ、新ママならお金稼がないといけないし、仕方ないわよね。かわいそうなユミさんのお菓子は、私たちがちゃんと売ってあげるから安心して。ちょっと、そんな言い方って、なーに？本当のことでしょ？どうして私がこんな目に遭わなければいけないのか。人を利用するだけ利用するめぐみさんに、怒り心頭に達する。こんな人たちの言うことなんて、もう二度と答えてやるもんか。今後一切めぐみさんに近づくことはしないし、この場もさっさと去ろう。そう思った時だった。ある人が私に気づいて近づいてくる。藤本ゆい先生ですよね。お父様には本当にお世話になりました。ああ、吉田先生。こちらこそお世話になっております。挨拶をしてくれた男の人は吉田良平先生といって、総合病院で小児科部長を務めている人だった。すると、隣にいためぐみさんは私たちが挨拶し合っていることに驚いている。良平、ゆいさんと知り合いなの？めぐみさんは目を大きく見開いて吉田先生の名前を呼ぶ。ああ、藤本先生は俺が医学部時代からお世話になった教授の娘さんなんだ。この病院に紹介状を書いていただいたのもお父様だったんだ。嘘！いつも感謝しているって話していた人？そうだよ。ゆいさんは昔から優秀だったから、教授も安心して病院を継いでもらう決心をされたんでしょうね。いえ、まだ父も現役で働いていますし、まだ継ぐとは決まっていないので。継いでもらうって何？ゆいさんは教授の病院で働くために、この町に引っ越して来られたんだよ。旦那さんから私のことを聞いためぐみさんは、心底驚いた表情をしている。もし私の仕事や生い立ちを知っていたら、こんな扱いや紹介などするはずがなかったのだから、当然だろう。藤本先生も、うちの病院のバザーに協力していただけるのですか？ええ、めぐみさんにバザーがあるからお菓子を作るよう頼まれて。そうだったんですね。藤本先生にもうちの病院のバザーを手伝っていただけるなんて光栄です。ありがとうございます。でも、奥様はそう思われていらっしゃらないようで、新ママの貧乏人は帰れと。え？めぐみさんは私を睨みつける。まさか自分の夫の前で暴露されるとは思っていなかったのだろう。ゆいさんたら勘違いしているのよ。良平なら私がそんなこと言わないってわかるでしょ？ゆいさんと私はとっても仲のいいママ友なの。そうでしょうか。奥様は私が作るお菓子だけが目的で話しかけられていたようですけど。ちょっとゆいさん、余計なこと言わないで。
めぐみさんは何とかごまかそうとするが、良平さんには通用しない。めぐみ、どういうことだ？俺の恩人だとか関係なく、そういうことは言うべきじゃないだろ？違うのよ。だってこんな惨めったらしい人が医者だなんて信じられなかっただけよ。あくまでも私の見かけの問題だと言い張るめぐみさん。そんな中、一組の親子が私に近づいてくる。藤本先生、お久しぶりです。あ、長崎さん、かなえちゃんの手術、成功したみたいですね。おめでとうございます。これもすべて藤本先生が病気を疑って、この病院を紹介してくださったおかげです。藤本先生がいらっしゃらなかったら、娘の命はなかったかもしれません。そんな大げさな。お取り込み中なのは分かっていたんですが、どうしてもお礼を伝えたくて。親子はそう言うとその場を後にした。これで藤本先生がどれだけこの地域に必要な医者なのか分かっただろう。吉田先生の言葉にめぐみさんは唇を噛み、鬼のような形相で私を睨みつけてくる。医者だからといっても、所詮は親の七光でしょ？あなたみたいな開業医じゃ、うちの夫の足元にも及ばないわよ。めぐみ、いい加減にしないか。そうやって俺の仕事で自分を誇示するなと前から言ってるだろうが。でも、もういい。藤本先生、ここのブースではやりづらいでしょうから、俺たちのブースに来てください。お菓子もそちらで売っていただいて構いませんので。ありがとうございます。じゃあ、お邪魔させていただきます。ちょっと、何勝手に話を進めてんのよ。イライラした様子のめぐみさんを置いて、私は並べていたお菓子を持ち、吉田先生たちのブースへと移動する。後に残されためぐみさんと取り巻きのママたちのブースは、私のお菓子を頼りにしていたために販売するものがなくなり、閑古鳥が鳴くのだった。その状況に顔を真っ赤にさせためぐみさんは、早々に帰っていった。その後、めぐみさんの横柄な態度に痺れを切らした吉田先生は、奥さんに離婚を突きつけたが、めぐみさんは離婚すると、今までの立場がなくなることから、最後まで離婚を渋っていたらしい。しかし、保育園だけでなく、吉田先生の職場でも威張り散らしていたことが判明し、拒否できる立場ではなくなったために離婚に至るのだった。娘のゆうりちゃんは吉田先生が親権を取り、めぐみさんは田舎の実家へと帰っていった。しかし、プライドの高いめぐみさんは、離婚後も何とか今までの優雅な生活を維持しようと、借金をしてまで働かずに生活していたそうだ。それを見かねた両親は、めぐみさんに有無を言わさずに家から追い出し、めぐみさんは一人路頭に迷っていると噂が立っている。一方私は、仕事も順調に、ともきと両親とで幸せに暮らしている。偉大な父の後を継ぐのは勇気が必要だったが、患者さんからの感謝やともきの笑顔を糧に日々仕事をこなしている。寂しい思いをさせているかもしれないと心配だったともきも、近頃ではよく笑うようになってきた。お菓子作りのサークルも評判になり、今ではママ友だけでなく、患者さん親子も集まるようになり、賑わっている。これからも息子と楽しく暮らしていくことを考えていこうと心に誓うのだった。